さあ皆さんどうもこんにちは。今回は、僕のトレックのドマーネですね SLR なんですけども、去年の1月ぐらいに納車して、もうちょいで2年になるんですけども、1年半ぐらい乗ってきました。これ100万円ぐらいするような結構お高いロードバイクにはなるんですけども、ぶっちゃけこれぐらいの金額の値段のカーボン乗ってどうだったっていうのをですね、今回動画にしたいと思います。フレームについてもお話ししようと思いますし、ホイールについても、そしてコンポっていう感じで100万円ぐらいのロードバイクになるとどれもこれもいいものがついてくるので、結局いいんでしょって思うんですけども、意外に個人的にはもちろんねいい部分がたくさんなんですが、ここをもっとこうしてほしいなとかああしてほしいなって思うところがいろいろあったんで、そのあたり話していきたいと思います。話順はこんな感じでいきます。ずらずらずらと。そしたらですね、まずフレームについてお話ししていきたいと思います。僕が乗ってるのはですね、トレック30種のうちの1人ドマーネになります。エンデュランスの騎士といっても過言ではないんじゃないでしょうか。その名の通りなんですけども、ドマーネはですね、長距離とかちょっとした未舗装路なんかでも快適に速く走ることができますよといったようなバイクになります。結構長いコースを走っても疲労感が残りにくいですよっていうのがバイクのコンセプトになってるんじゃないかなと思います。他にもですね、エアロの神と、ヒルクライムの神、超軽量の神という感じでマドンとエモンドといるんですけども、僕はこっちをチョイスしました。フレームについてね、カーボンになります。やっぱり高いものになるとカーボンになるんですけども、なんで高いものはカーボンになるかというとですね、カーボンの特徴として軽い、そして強い、このダブルが組み合わさった最強素材の一つになります。軽い強いは揃ってるんですが、さらに好きなような形にできるのがカーボンの強みになります。例えばめちゃくちゃ軽く作ることもできるし、超エアロな空力重視なバイクを作ることもできるというような感じになってます。このバイクに関しても本当にカーボンならではだと思うんですけども、かなりギミックがモリモリになってます。例えばアイソスピードといって、フォークのコラムの部分ですね、この辺りをですねちょっともじょもじょしてですね、振動を吸収させるようなギミックが入ってたりとか、ここの部分もですね、実はフレームの中にさらにこういう感じのカーボンの棒が入っていてですね、ここの部分の軸を止める部分を調整することによって振動を吸収するギミックが備わっています。この振動の吸収の具合も調整することができるというような感じになっています。でさらにですね、ここの蓋を開けるとですね、パカッて開くんですけども、この中に工具だったりとかパンク修理キットを入れることができるというような感じでですね、カーボンである強みをね前面に生かしています。強い、軽い、そして好きなようにいじることができるので、メーカーとかが理想の形を実現しやすくなるという風な感じになっています。こういったいわゆる部分がですね、やっぱり金額にも反映されてるなというふうに思ってますし、僕自身もすごくね、その良さを体験できています。エアロフレームとかって高いじゃないですか。空力の実験とかめちゃくちゃしてて、そのために人を雇ったりとか、めちゃくちゃ高い機械を作ったりとか、または工場に行ってめちゃくちゃ高い研究費を出して研究してたりとか、そういったことをしまくってて、それらを回収するためにやっぱりそれなりの値段を入れてるっていう感じで、高いロードバイクっていうのはそれなりにかなり手間、コスト、時間がかかってるなというような印象を受けます。ということで、僕はねこのバイクなんですけども、ぶっちゃけこれどうかと言ったらですね、乗り心地は大変素晴らしいです。本当にお世辞抜きでマジでいいです。僕はですね、スペシャライズドのアレスプリントコンプっていうですね、いわゆるカチカチのアルミロードも持っていて、それすごくいいバイクなんですけども、やっぱ比べると100キロ超えてからの疲労感は全然違いますね。雲泥の差ですね。体感してすげえ振動してるっていうのは分からないんだけども、終わってからあれそんな疲れてねえ俺っていうのをすごくやっぱり感じますね。これはすごくねいいなと思ってます。続きましてコンポです。やっぱり高いロードバイクになるといいコンポがつきます。具体的にどんなコンポがつくかというと、シマノだったらアルテグラデュラエース、さらに電動シフト DI2 と呼ばれるものがつくことが多いです。完成車は特にですね。僕の場合はごめんなさい、もうかなりいじってて何の参考もなんないし、メーカー非推奨なんでマジで参考にしないでいいと思うんですけども、いいコンポがつくことによって、その恩恵得られるかと言われると、個人的には変速はめちゃくちゃ気持ちいい。本当によだれが出るぐらい最高にスパスパ決まります。ただ
ぶっちゃけそれだけかなっていうのが個人的な印象ですね。もちろんねディスクの場合はブレーキとか、STI レバーとかいろいろと他にもコンポはあるんですけども、シマノコンポに限ってはどれも普通にいいです。はい、なのでコンポの良し悪しは変速性能と、重量ぐらいかなと思ってます。耐久性に関してはねそんな変わんないです。そうそう壊れないです。シマノコンポはめちゃくちゃいいものばっか使ってるんで、僕はですねアルテグラをチョイスしましたけども、個人的には十分かなと思ってます。もちろんデュラ S 使うとデュラ S やっぱり違うんですよ。やっぱ若干違うんですよ、フィーリングとか。でも僕はアルテグラでいいかなと思ってます。はい、またはね GRX かな。例えばですよ、100万円のじゃあロードバイク完成車で売ってたとして、デュラ S つけました。でも例えばですよ BB が普通ですとか、ホイールはちょっとね、中ぐらいのですって、いわゆるミドルグレードのものですってなっていうのが売ってたとしたら、僕だったらアルテグラまた105で BB はセラミックでホイールは超高級なのつけて販売してくれたら嬉しいなって思ってます。それぐらいの重要度レベルかな僕は。です。ブレーキに関してはディスクに関しては105もデュラもアルテグラも制動力はそんな変わらないです。どれもよく効きます。冷却性能に関しては分からないです。僕レベルのライドのレベルだと。 STI に関してはアルテデュラはやっぱちっちゃくてすごくいいです。グレードがいわゆるエントリーグレード105とかになるとやっぱりちょっと大きくなるのかなと思います。はい、それはねやっぱり全然違うかな。速くなりたいとかめちゃくちゃこのコンポを変えることによって劇的に走力が上がるかと言われたら、多分そこまで重要なパーツではないのかなと個人的には思います。はい、変速性能はめちゃくちゃ上がるけどね。はい、続きましてホイールについてですね。くるくるくると、はい、ホイールはですね、いわゆるこのお高いロードバイクになるといいものがつきます。ハイグレードトップグレードのものがつきます。ホイールはですねやっぱいいものつくと違いますね。体感できるレベルで変わると思います。これはボントレガーのトリプル X の2番ですね。いわゆるボントレーガーの中では一番軽いホイールですよとされているホイールをつけてますけども、やっぱりね軽いホイールは正義ですね。すごくいいです。はい、足回りや普段のシューズなんかもそうですけどもとても大事です。ホイールもそうだし、タイヤねボントレーガーじゃなくてパナレーサーですけども、いずれにしろ足回りはこだわっていいと思ってますし、100万円クラスの完成車でホイールがいいホイールつくのはやっぱり素晴らしいことだなと、いいことだなと思います。セミディープとかディープリムとかいろんなホイールあると思いますけども、僕は超軽量のこのタイプを選んでよかったなと思ってます。あとねボントレガーに関しては障害保障がついていて、フレームとか、いろんなメーカーついてると思うんですけども、ホイールにも障害保障がついていて、例えば普通のライドとかしててよく言うじゃないですか、スポークが折れたとかリムがちょっとこうめちゃくちゃ触れちゃったとか、いろんなこうツイッターとか SNS でよく見るけど、ボントレガーに関してはそういった症状に対しても保証が効くので大変素晴らしいと思ってます。シクロクロスなんかでやっぱりそこまでハードな乗り方をすると結構ホイールいかれちゃったりすると思うんですけども、そういうのにも保証効くそうです。はい、そういった意味でも僕はね安心して高いホイール使えますね。はい、ここまではですねいいことをいろいろ喋りました。はい100万円だからそれはいいに決まってるでしょと思いますよね。それはもちろんいいですよ。最高のバイクだと思うんですけども、不満点についてもですね軽くお話ししていきたいと思います。とはいえそんな多くはないんですが、このバイクに関しての不満点を言うと意外に重いですね。構造上ねアイソスピードとか結構モリモリ入れてるので仕方がないことではあるんですが、このクラスの値段にしては少し重いかなっていうのは正直なところですね。フレーム重量がね1300ちょっとで、フォークがねどのぐらいか分かんない、ちょっと重いかなっていうのは正直なところではあります。ただね重いっていうのは全てのバイクがそうじゃなくて、もちろんねトレックだったらエモンダはめちゃくちゃ軽いし、スペシャルだったらエイトスっていうとんでもなく軽いディスクブレーキのフレームもあるし、重量が全てではないんですけども、ライドしてて登ってる時にやっぱり少しずっしり感を感じる時は少しありますかね。あとはですねお高いロードなのでリンコの時はやっぱ少し気使っちゃうなっていうのは正直なところですね。100万円じゃないロードバイクでも高いは高いんで気は使うんですけども、やっぱカーボンだとどうしてもやっぱりスチールのフレームよりも弱いとかっていうイメージがどうしても先走っちゃうんで、少しやっぱり取り扱いは多少注意はしちゃいますよね。僕はね輪行袋じゃなくて輪行バッグを基本的には使うんで、
なるべくこうフレームのダメージは少なくしようと努力はしてるんですけども、やっぱ多少気は使っちゃうのかなと思います。あとはほとんど不満点はないかな。基本的にはやっぱりお高いロードっていうのはそれだけ満足感はあるなと思ってますし、後からホイールをいいものを付け加えようとかコンポを後から改造しようってやるよりかは圧倒的にコスパ的にはいいです。最終的にバラカンで100万組むか完成車で100万のバイクを買うかってなった場合、間違いなく完成車で100万円ポンってやった方が金額的には安く収まると思います。はい、これはねプロジェクト1っていう、セミオーダーのバイクにはなるんですけども、ぜひね予算めちゃくちゃありますよとっていう人は少しね参考にしてみてくださいという感じかな。いずれにしろですね、100万円だろうが20万円だろうが50万円だろうが、重要なことはですね、自分のライドスタイルに合ったロードバイクを選ぶことが大事です。100万円なら何でもいいですかっていうわけじゃないんですよね。100万円クラスになるともう超軽量、超エンデュランス、超エアローみたいな感じで、20万円とか50万円のバイクよりもより尖った性能になりがちなんですよ。なんでかなり自分のライドスタイルを見極めて検討する必要があると思います。僕はですねほとんどレース出ないで、旅とかをするのがメインなんですよね。なので長距離を走ったりとか長期間走ることが多いので、やっぱり今回このトレックのドマーネをチョイスしましたけども、相性が良くて大変いいんじゃないかなと思います。こんな感じでね、バイクパッキングスタイルもすごく相性がいいし、乗り心地も大変素晴らしいし、疲労感が残らないから長い期間長い距離をね走り続けることができるということで大変満足しております。てな感じでございます。はい、今回ねこのトレックのドマーネですね、1年半ぐらい乗ったので軽くね、感想とかインプレ的なことをやらせていただきました。はい、参考になった、良かった、面白かったという方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。